どうもこんにちは。福山茂です。今回の YouTube のテーマは貯金の心構えです。今回の内容について、1、貯金はした方がいいのか。2、貯金の心構え。3、貯金の種類。4、貯金の方法。これらについて説明していきます。1、貯金はした方がいいのか。2020年9月の会社設立に向けて僕は貯金を行っています。その中で昔に比べて貯金に対しての心構えを持ったと思います。今回はあくまで個人の見解です。皆さんの貯金の参考になれば幸いです。貯金はせずどんどんお金を使った方がいい。自己啓発本の内容や著名人の主張を聞いたことはないでしょうか。僕は半分は正しいと思いますが、半分は鵜呑みにしない方がいいと思っています。まずは貯金をせず使った方がいいが正しいと思う理由です。まず使うことによって価値を交換して得れます。使う内容によっては価値が増えることがあります。使わないで機会損失になる恐れがありますね。次に将来のことは不確実です。将来のことを考えすぎるよりも今をしっかり充実させることは大切です。今を充実させるためにもお金を使った方がいいことがあります。次に貯金はせず使った方がいいを鵜呑みしない方がいい理由です。消費を促すことによって利益が生まれる業界の主張の場合があります。次に使う派の人はお金の使い方が上手な場合があります。ちゃんと投資にお金を使っています。その価値観と知性が乏しいとただの浪費家になってしまいます。最後にある程度のまとまった金額がないとできないことがあります。例えば起業するときに融資を受ける場合、自己資金もある程度持っていないと審査が通りません。スキルアップのために勉強するのも高額な費用がかかることもありますし、旅行もある程度資金がいります。結論として僕は心構えを持ちながら貯金はした方がいいと思います。では心構えはどういうことでしょうか。2、貯金の心構え。まずはおすすめしない心構えです。1つ目は不安だから貯金です。これは貯金額が増えても新たな不安が出てきて不安が減るわけではありません。2つ目は自信のための貯金です。例えば1000万円貯金できた。自分はすごいと思ったとしても他の人の貯金額を知って劣等感を感じることはあります。3つ目はなんとなく貯金です。これは継続がしづらいですし、普段の予算に対してもお金の使い方がなんとなくになりそうです。ではおすすめする心構えです。まずは人生を充実させるために貯金をします。貯金額を増やすために今の幸福度が下がらないようにします。次にほとんどの貯金は使う前提で行います。貯金を下ろすことが出た時にせっかくこれだけ貯まったのにと金額が減ることの抵抗感が出てきます。使う前提だと今だいってらっしゃいと思うようになります。3、貯金の種類。僕が実践している貯金の種類を紹介します。それぞれに目的が違います。まず長期的な投資用の貯金です。僕だったら会社設立の自己資金ですが、皆さんに置き換えると資産運用に使う貯金です。次に家族用の貯金です。家の購入、リフォーム、結婚、育児、介護など家族に関わるお金用の貯金です。そしてよっぽどのことでは下ろさない貯金です。少額からの定期預金をしておきます。定期預金は下ろしにくいですからね。全体に対しての土台のような感覚になります。そして自己投資用の貯金です。本を買ったり研修を受けたりする勉強用や交流会の参加、スキルを生かした副業用の貯金ですね。最後に自分のお小遣い用の貯金です。財布に入れない分ですね。カードや電子決済の支払いの貯金にすれば分かりやすいですね。4、貯金の方法。それぞれ皆さんの状況によって違うと思うので、明確な金額やパーセントは説明しません。ただ大事なのは、月給で貯金の計画をするようにしましょう。残業代と賞与は計画に入れない方がいいです。働き方改革で残業は減りますし、経営側としても残業代は削減したいと思っています。賞与に関しても、社会情勢により売上減の場合は賞与額が減ったり出ないことだってあるからです。では貯金の方法です。大きくは先取り貯金と予算の余り分を貯金します。
まず、先取り貯金は給与が入ったら決めた金額を先に貯金します。長期的な投資用の貯金、家族用の貯金、よほどのことでは下ろさない貯金、これらは先取り貯金で行うのをお勧めします。次に予算の余り分を貯金します。例えば自分の衣服代1万円が使わなくて余った場合に貯金します。自己投資用の貯金、自分のお小遣い用の貯金、これらは予算の余り分で行うのをお勧めします。今回は貯金の心構えについて説明しました。お金だけが人生ではありませんが、人生にはお金が必要です。充実して過ごすためにも無理しすぎず考えて貯金はした方がいいですね。今回の内容が皆さんにとって良い機会になれば幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。